僕のオカルト堂の師匠は当時、家賃9000円の一人アパートに住んでいた。鍵もドラム式で、かけたりかけなかったりだったらしい。ある朝、目が覚めると、見知らぬ男の人が枕元に座ってて、おはようございます。というので、おはようございますと挨拶すると、宗教の勧誘らしきことを始めたから、さようなら、と言って、その人を置いたまま家を出てきた、という逸話がある。防犯意識皆無の人で、僕が初めて家に呼んでもらった時も、当然鍵なんかかけていなかった。酒を飲んで二人とも泥酔して、気絶するみたいにいつの間にか眠っていた。僕が夜中に、耳鳴りのようなものを感じて目を覚ますと、横に寝ていた師匠の顔を覗き込むようにしている男の影が目に入った。僕は泥棒だと思い、一瞬パニックになったが、体が硬直して声を上げることもできなかった。僕はとりあえず寝てるふりをしながら、薄目を開けてそっちを凝視していると、男はふらふらした足取りで体を起こすと、玄関のドアの方へ行き始めた。行っちまえ。何も取るもんないだろこの部屋。と、必死で念じていると、男はドアを開けた。薄明かりの中で一瞬振り返ってこっちを見たとき、右頬に引きつり傷のようなものが見えた。男が言ってしまうと、僕は師匠を叩き起こした。頼むから鍵しましょうよ。もうほとんど半泣き。しかし師匠、とぼけて曰く、ああ怖かった。でも今のは鍵しても無駄。何言ってるんすか、アホ。ですかっていう顔着てたんすか。僕がまくし立てると、師匠はニヤニヤ笑いながら、最後、顔見ただろ。うなずくと、師匠は自分の目を指さしてゾッとすることを言った。メガネ。それで僕はすべてを理解した。僕は視力が悪い。メガネがないとほとんど何も見えない。今も間近にある師匠の顔でさえ、輪郭がぼやけている。メガネなしで見たのは初めてだろう。僕はうなずくしかなかった。そういうものだ